ようこそ。世界シェア 45% と言われる YKK ファスナーが話題になっていました。現在でも世界中の高級ブランドでは必ず使われる日本の YKK ファスナーは日本国内 95%、世界では 45% という高いシェアを誇っているのにもかかわらず、日本企業だということを知らない外国人が少なくないようです。YKK 株式会社 YKK コーポレーションは日本の非鉄金属メーカーです。東京都千代田区に本社があります。吉田忠夫が1934年1月にサイエス商会として創業した後、1942年に有限会社吉田工業所、1945年には吉田工業株式会社と改名しました。1946年からはYKK を商標として使用し、1994年に現在の YKK 株式会社に社名を変更しました。世界最大のファスナーメーカーとして知られていて、その世界シェアは 45% にもなります。吉田工業株式会社は、創業者の吉田忠夫、富山県魚津市出身の名字から来ています。皆さんが着ている洋服がどこで作られているのか、ご存知ですか？有名メーカーのものを着ている人でしたら、イタリアやフランスかもしれませんし、ファストファッションを活用している人なら、中国製、インドネシア製、ベトナム製といったところでしょうか。もちろん、中には国産の洋服や都内のテーラーで仕立ててもらったスーツを着ている人もいると思います。いつの間にか気づいたら、私たちは海外の製品を身につけていることが多いです。しかし、これは例外もあります。それはファスナーです。洋服の他にも、カバンやブーツにも欠かせないアイテムです。実は、日本の企業が圧倒的なシェアを誇っています。お手持ちの洋服をいくつかピックアップしてみて、ファスナーを見てみると YKK と刻印されているものがあるはずです。グッチ、ルイ・ヴィトンのような高級路線から、アディダス、リーバイス、ナイキといったカジュアル路線までもが、ともかく名だたるブランドが揃って YKK のファスナーを採用しているのがわかります。すごく単純な製品であるようで見えますが、それでも YKK の製品が他社に追随されないのには一つの理由があります。それは技術。あまりに身近で実感がなかなか湧かないと思いますが、実はファスナーは1200もの要素技術の集合体であると言われます。YKK グループはそれらを特許権でしっかり守っているのです。まさにファスナーは他社では簡単に模倣できない身近だけどすごい製品の一つと言っていいですね。洋服やカバンを手にしたとき、ぜひファスナーの YKK というロゴを見つけてください。そしてそのロゴを目にしたとき、そういえば隠れた日本の名産品だったなと思い出してください。この日本の YKK に海外からは次のように発信されていました。未だに中国が勝てない日本製品に海外からは絶賛の声が寄せられる。ここからは外国人のコメントをご紹介します。おお、本当に着てるジッパーに YKK って書いてある。YKK ジッパーは高品質な衣類のセールスポイントになってるからね。超高級寝袋フェザードフレンズを買ったんだけど、下の詳細に書いてあった特徴が YKK ジッパーだったよ。みんなだか評価する前に下を見てジッパーを確認してるはず。俺もそうだった。YKK ジッパーはロックされるようにもなってるんだよ。ジッパーをまっすぐにしてロックするだけ。外側に向けるとアンロックされる。おかげで簡単に開けるようになってる。ジッパー市場の 85% を支配してるよ。ジッパーだけでなく、ジッパーを製造する機械も作ってる。1日何キロメートルのジッパーを作ってるんだろう。正直、YKK がついてないものは買わないよ。途中で外れたり壊れたりしない唯一のジッパーだし。このジッパーは優れてるんだよ。YKK 以外はマジでゴミだね。俺のジッパーはスティッキーフィンガーだけどね。YKK は吉田工業株式会社の意味だよ。ジョージア州メイコンにジッパー工場があって、1日5万本のジッパーを製造してる。
じゃあ、マイコン製ジッパーってことか。世界71カ国に109の YKK 工場があるんだよ。1980年中頃までルイ・ヴィトンは YKK ジッパーだったんだよ。ヴィンテージが本物かどうかを調べる良い方法になるよ。ジッパーのブランドは必ずチェックしてたけど、それがどこなのか調べることはなかったね。小学1年生だった1985年に一人がこの事実を発見してみんなのジッパーをチェックし始めたんだよ。結果的に大勢の子供がYKK、YKK と叫びながら YKK じゃない子供を仲間外れにしてたよ。人間の本能を学んだね。YKK の会社の人が学校に来て漢字とか日本のものを教えてたのを覚えてる。確かカナダのうちの町が日本の市の姉妹都市なんだよ。妹は騙されやすかったから子供の頃によく騙してたよ。1999年に2000年バグ騒ぎが起こった時に妹がジッパーに YKK って書いてあることに気づいて長らく YKK がついてるものだけが2000年以降も無事だと信じてた。なんでリーバイスのパンツには YKK と書いてないのだろうか。ジーンズで YKK なのは一つだけだった。他はネイビーロゴかリーバイスだった。これは超信頼性があるからね。ライバル製品はめっちゃ安いけど、ジッパーのせいで80ドルもする一品を台無しにしたがるデザイナーいない。YKK は製造コストが上がるだけの価値がある。大学時代に気づいて洋服を調べたら全部 YKK だった。友人たちにも話したけど、誰も気にしなかったよ。YKK はストアフロントとか高層ビルのカーテンウォールみたいな建材も作ってるよ。俺のにはYSS って書いてる。一体どこのだ？高校時代の友人が、これが理由で YKKS という名前だったわ。規模がでかすぎて自社で同採掘場まで持ってるらしいよ。日本は自動車業界を牛耳ったと思ったら、今度は俺のパンツまで牛耳るのか？以上が外国の方からのメッセージでした。ここからは日本人の声をご紹介します。YKK ファスナーはアニメにもなっているね。YKK ファステニング DAYS。中華はジッパー部が壊れる前に引き手のつまみが折れたりする。100均のファスナーは YKK じゃないからすぐ壊れる。買ったその日に壊れたこともある。YKK をパクろうとしたのが韓国の YPP。YKK に訴訟を起こされて敗訴。KPP に変更するも、品質最悪、開かない、閉まらない、つまみもげる、で売れずに倒産。今の安い服は中国製が多い。当然、ファスナーも中国製が多い。手持ちの服で超イライラするのがある。ファスナーを着るときにつなげるタイプで、一発でうまくはまらない。もちろん中国製。中国製でも、少し根の張る服についてるのはまだまともなんだけど。そういや、昔、YKK の CM で、水密ファスナー、気密ファスナーがあると言ってたのを思い出した。もう30年以上前、だけど、水密もすごいが、気密ファスナーってと思ったよ。宇宙服には、YKK の気密ファスナーが使われているみたいですね。作業服販売店の衣料品が安くていいって話題になった時いろいろ買ったんだが、ジッパーが壊れて着られなくなるんだよ。安いから消耗品と思って諦めたが、愛用中の GU の裏ファーパーカーを見たら RKK って書いてあったわ。月面着陸の時のヨアップクのファスナーも YKK なんだよな。それ以前は米国のタロンがジッパー業界を支配していたが、あぐらをかいてたら日本に抜かされてしまった。宇宙服に採用されなかったのは屈辱であり終焉だった。しかし、最近、中国のジッパーが力をつけてきてるから、日本も注意が必要。70年代まで、衣料品は、破ける前にファスナーが壊れていた。80年代以降は、YKK のファスナーである限り、布の心配だけすればいいようになった。そうだね。中国のファスナー会社は打倒 YKK と公言してるからね。YKK はファスナー以外に車にも製品を納入してるから
日本の自動車メーカーと一緒に海外進出してる。チャイルドシート取り付けの器具だったかな。中国製品でも自国のファスナーなんかつけるとすぐ壊れるのなんかわかってるので、ある程度まともなのは YKK をつけてくるよ。古着屋でレザージャケット見るのが趣味だけど60年代頃まではジッパーが米国製タロンで栄枯盛衰を感じる。アメリカの発明で優位性があったのに、改善もせず値下げもせず輸出もせず、YKK さんワークマンの作業ズボンのチャックが下がるのを何とかしてくれ。勝手に下がってくるから何度も恥をかいたわ。建具とかやってる YKK とは別なのかね。いやでも、ほんと安物のファスナーはすぐ壊れるな。いくら、なんでもノウハウあるだろうに、ここまで見事に壊れるってなる。安いもののチャックは、なんでかものすごい貧弱なんだよな。ズボンのチャックの持ち手部分が取れた時には、どうしようか困ってしまった。小さいクリップひん曲げて持ち手にしたが、ほんと困る。アメリカの衣類カタログには、必ず、売り文句として YKK ファスナー仕様って書いてあるな。友達が YKK の社長の娘と結婚して、20代で一軒家買ってもらってた。いつの間にか世界を牛耳ってる YKK すげえよ。ところで、日本の便器メーカーも世界を牛耳る力があると思うんだが、なかなか普及しないんだよな。特にヨーロッパで苦戦してるらしい。いつか、日本の便器メーカーも世界を牛耳ってほしいわ。ウォシュレットのこと？欧州じゃトイレ周りに電源設置するのを嫌がるからね。水回りに電気製品なんて感電してしまうってね。旧市街地の家なんて電気工事大変だろうし。GAP の、これどこのメーカーのジッパー？な服、開かなくなる時がある。YKK 以外を使うのはやめてほしい。ちなみに、ミシンの世界シェア1位から5位まで全て日本メーカー。内視鏡なんて、オリンパス、富士フィルム、ペンタックスの3社で世界シェア9割強だぜ。なんせ、胃カメラ、内視鏡は日本の発明だからな。こういう地味なところで、日本製品の信頼性が世界に広まるんだな。刃物とか釣り具とか大工道具とかも日本製品は強い。合弁会社作らせて散々技術を盗んでポイ捨てする中国。アマゾンとか見ると中国製品でも誇らしげに YKK 仕様と掲げてるのが増えてる。ジッパーだけはパクリの中間でもどうにもならない。アマゾンで中国製のジャンバー買うと以前と比べ全体の作りは良くなってきていると感じる。縫製もほつれていないし、面が飛び出ることもない。サイズ感は、依然おかしいしたようも良いとは言えないけど、でも、ファスナーだけは、はっきりと違いが出るんだよね。途中で引っかかるというか、スムーズに動かない。普段から一番触る部品だから、YKK との差が際立って目立つ。ユニクロはすぐ壊れるんだが、そういや中国製じゃないと、ダメなものってなんやろう。いろんな作り方を世界中の企業からパクってんだからありそうなもんだが。まあ、非凡の会社が中国で作らせているもんで良いものはあるだろうけども、純中国社製でチランだけであるんかな。スマホとかか。そういや、中国製じゃないとダメなものってなんだろう。いろんな作り方を世界中の企業からパクってんだからありそうなもんだが。まあ、非凡の会社が中国で作らせているもんで良いものはあるだろうけども、純中国社製でチランだけであるんかな。スマホとかか。まあ、中国製であっても、性能と品質でそれに負けるのであれば、素直に負けを認めるしかないだろうがね。YKK 頑張れ。最近は、引き手がすぐ折れる安物が多すぎ。YSS はチャイナだった。YKK ないと全世界のファスナーが閉まらないすげーと言うけどさ。その前に、日本メーカーの部品ないと、世界の工場機器がまともに動かない。要するに日本がないと、地球はまともな工業製品作れない。アウトドアやタクティカルブランドも必ず YKK だな。刻印のないジッパーは、マジで変な噛み方したり、閉めた先から外れたりするよ。
コールマンの製品のファスナーは壊れやすいと言われてるけど、確かに壊れた。もちろん YKK ではない。ちゃんとしたもの使ってほしい。ボールベアリングもほとんど日本製だぞ。ご視聴ありがとうございました。いかがでしたか？このチャンネルが気に入っていただけたら、ポチッとチャンネル登録をお待ちしております。評価にもポチッとお願いします。